こんにちは、発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。今日はですね、フルーツ甘酒の作り方をやっていきたいと思います。で、基本の甘酒をですね、まず作ってあるんですけれども、こちらですね、結構薄めのシャビシャビの感じの甘酒になっています。ドロッとした、ものではなくって、水分が多いものですね。で、分量としては、米麹 230g ぐらいに対して、水 700ml ぐらいを入れています。で、それプラスお粥ですね。普通に炊いたお粥と、米麹 200g ぐらい、水 700ml ぐらいっていうのを混ぜて作った、感じの甘酒です。で、甘酒ってこの好きな人はね好きだと思うんですけども、この粒々がちょっと苦手で飲めないっていう方とか、あとは、味がちょっとその米が甘いのが苦手とか、そういう方も結構多いと思うので、そういったこのシンプルな、プレーンの甘酒がちょっと苦手っていう方が、もっと甘酒を飲みやすいように、工夫していくという、意味で、フルーツを入れたりとか他のものを入れたり、そういったことをやっていきます。で、まずですね、この粒々が苦手っていう方はもうこういったですねハンドミキサーとかで潰しちゃえば、大丈夫です。潰すとですねもう本当に、問題なくなりますので、よいしょ、こんな感じでですね、ずーんともう容器ごとこんな感じですね。本当にちょっとやるだけで、いい感じになります。よいしょ。こんな感じでですね、はい、もう粒々が全くなくなりましたので、この状態にしていただければ、まずですね粒々がちょっと苦手っていう方でも、いけると思います。で、さらにここからですね、何かちょっとこの味、シンプルな味だけじゃなくって何か足していきたいという場合ですね、ちょっとここに簡単なフルーツを用意してみたんですけども、今日はキウイですね、キウイを用意してみました。で、こういったキウイをですね、少し細かく切って、でこれを入れます。全部入れちゃいましょうかね。で、キウイ入れてですね、でこんな感じでなじませてあげて、でこのなじませた状態で食べるのも全然美味しいです。なんていうんですかね、フルーチェみたいな感じで、これだけでも、シンプルなプレーンの甘酒の味よりかは、少しですね酸味が入って、美味しく食べやすくなります。で、これだけでももちろんいいですし、さらにですねこれをまたブレンダーで攪拌しちゃいます。でこれミキサーでもいいですし、少量だったらハンディブレンダーとかで、十分ですね。はい、OK ですね。よいしょ。ちょっと容器が小さすぎて周りにいっぱい飛び散ってしまいましたけども、こんな感じです。はい、もうこれちょっと分量的にキウイの分量が多かったので、ちょっとプルプルの本当にフルーチェみたいな感じになっているんですけども、これもっとですね、分量を考えて、キウイの量を減らしたりすると、スムージーみたいな形で飲むことができます。すごくですね美味しいです。違う容器とかに移してですね、よいしょ、こんな感じで、ですね、はい、美味しそうな、フルーツ甘酒ができました。めちゃくちゃ簡単ですよね。こんな感じで、お好きなフルーツをですね、甘酒に混ぜて、それを混ぜるだけでももちろんいいですし、
こう攪拌してあげると非常に食べやすくなります。もう甘酒全然これプレーンなんですけど、このプレーンの甘酒がもうどうしても苦手で全然飲めないっていう方でもこっちのですねフルーツ甘酒にしてあげるともうごくごくジュースみたいな感覚で飲めるので、特にですね男性の方とか、あとは、お子様ですね、子供さんもやっぱりつぶつぶがちょっと嫌っていう方とかが結構多かったりするので、でもこういう風にしてあげるともうガバガバ飲んでいただくことができます。はい。で、ここに入れていくフルーツなんですけども、いろいろですねおすすめあります。キウイとかもおすすめですし、あとはですね、やっぱりいちごとかのベリー系はすごく合いますね。ベリー系すごく合いますし、あとはレモンとかグレープフルーツみたいなちょっと酸っぱいやつも意外と合います。甘酒がとても甘いので、そこにそういったものを入れていただくと、すごくですね酸味が効いて美味しいですね。で、いろいろな果物合いますけれども、果物以外にもいろいろ入れていくことができます。もちろんですね果物を1種類だけじゃなくて、キウイと例えばパイナップルと混ぜるとかですね、複数のものを入れていただいてミックスジュース的な感じにしてもらってもすごくいいと思います。ただ単にこうミックスジュースを作るっていうんじゃなくって、そのベースを甘酒にしてあげるっていうことで、美味しいだけじゃなくてもうすごくたくさんの栄養素を取るということもできますので、非常におすすめですね。ということで、果物以外におすすめなのが、こういった、ミックスナッツですね。これミックスナッツ市販のものをこうちょっと包丁で細かく砕いたんですけども、これをですね、これ普通のこのプレーンの甘酒に入れるだけです。こんな感じで入れてちょっとこうなじませます。ナッツ系はしけるとそんなになんか食感が良くないので、これはですね、食べる直前にこう入れていただくといいですね。こんな感じでですね、結構意外とですねこのナッツ系も美味しいですね。はい。ということで、フルーツ、ナッツですね。でもう一つおすすめなのが甘栗ですね。よくむき甘栗って、売ってますよね、スーパーとか100均とかに。100均のレジのところによく売ってるんですけども、これはすごく息子が好きなので、常備してあるんですが、この甘栗をですねこう細かく砕いていただいて、でこれもですね、この甘酒プレーンの甘酒に入れるととっても美味しいです。こんな感じですね。はい、これもちょっと少しこうなじませて、はい、こんな感じです。こういった変わったバリエーションとかも、楽しんでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。こんな感じの、甘酒ができました。はい。ですね。で、合うのは合う果物っていろいろいっぱいあるんですけど、一応合わない果物っていうのもあります。何が合わないかっていうと、ものすごくもともと甘いやつとかですね。甘栗ぐらいだったらいいんですけども、こっちですね、甘栗こっちか。甘栗ぐらいだったらいいんですけども、例えば、バナナとかですね、もともとすっごいなんかドロッとして甘い、濃厚な感じの果物はちょっとくどくなってしまったりします。好みなんで別に、それが好きっていう人もいっぱいいると思うんですけども、そういった濃厚なもの、あとは逆に、淡白すぎるやつですね、もともとそんなに味が濃くない、ような、ものですね。スイカとかメロンとか、あとリンゴとか梨とかですね、そういった果物を別に合わなくはないんですけども、なんか入れたところで別にみたいなそんなに対して変わりないなって感じになるので、そういったものよりはちょっと酸味が効いたもの、ベリー系とか、こういうキウイみたいなものとか、それが、合うんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、こんな感じで簡単にフルーツ甘酒のアレンジっていうことをやっていけますので、ぜひ作っていただきたいなと思います。でこのフルーツをですねやっぱり入れていただくことによって
栄養素をバランスよく摂ることができます。というのも甘酒って、いっぱいたくさん素晴らしい栄養素が詰まっているんですけれども、ビタミン類がですね、豊富と言われていますが、ただそのビタミンの種類がですね、ビタミン B 群、ビタミン B2 とか B6 とか B1 とかいろいろありますけども、ビタミン B 群は豊富なんです。だけれども、ビタミン C はほとんど入ってないんですね。なのでそのビタミン B 群豊富だけどビタミン C がほとんど入ってない甘酒に、こういったですねフルーツを足してあげることで、ビタミン C とビタミン B、バランスよく摂ることができます。もちろんビタミン A とか、が含まれているものも、入れていくといいと思います。ナッツとかもいいですよね。ビタミン E とかも入ってますし、そういった感じでですね、そのビタミンの、バランスをとっていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回の動画は以上となります。甘酒の作り方とかですね、そういったことも、動画で学べる発酵食講座っていうですね、ものをリリースしたり、していますので、そちらもですね、動画の概要欄に、リンク貼っておきますので、興味がある方はぜひ覗いてみてください。ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。